安室玲の戦後史、英雄はなぜ戦場に戻るしかなかったのか。序章、英雄は戦後に救われなかった。一年戦争は終わった。ジオン公国は敗北し、地球連邦は勝者となった。数えきれない戦死者、破壊されたコロニー、焼かれた大地、宇宙に漂う残骸、その全てを背負いながら、地球圏はかろうじて戦後へ進んだ。その戦争の中に一人の少年がいた。安室玲。彼は軍人として育てられたわけではなかった。政治思想を持って戦場に立ったわけでもなかった。最初から英雄になるためにガンダムへ乗ったわけでもなかった。ただ巻き込まれた。生きるために戦った。守るために撃った。そして戦い続けるうちに誰よりも戦場に適応してしまった。やがて彼は連邦の英雄となる。ジオンからは白い悪魔と恐れられるニュータイプとして覚醒し、戦争の流れそのものに影を落とす存在となった。だが英雄になった少年が戦後に救われたわけではない。戦争が終われば普通の生活に戻れる。そんな単純な話ではなかった。安室は戦争の中であまりにも遠くへ行き過ぎた。人を殺し、仲間を失い、ララースンと出会い、そして彼女を失った。シャア・アズナブルという宿敵とも単なる敵味方では片付けられない因縁を持った。ニュータイプとして人の意識に触れるような経験までしてしまった。戦争は終わった。しかし安室の中で戦争は終わっていなかった。そして地球連邦もまた彼を自由にはしなかった。安室玲の戦後史とは英雄の栄光の物語ではない。それは戦争で英雄になってしまった少年が戦後もなお戦争から解放されなかった歴史である。第一章、白い悪魔と呼ばれた少年。一年戦争の安室を語るとき、しばしば彼は最強のパイロットとして語られる。ガンダムを借り、ザクを撃破し、ジオンのエースたちと戦い、最後にはシャアとも渡り合った少年。だが、その語り方だけでは、安室という人物を見誤る。彼は最初から完成された戦士だったわけではない。サイド7でガンダムに乗り込んだ時、安室は軍人ではなかった。ただの民間人の少年だった。戦場に出る覚悟も、誰かを殺す覚悟も、国家のために戦う意識もなかった。それでも状況は彼に選択肢を与えなかった。乗らなければ死ぬ。戦わなければ仲間が死ぬ。逃げればもっと多くのものが失われる。そうして安室は戦い始めた。ここで重要なのは彼が成長したのではなく成長してしまったということだ。本来なら少年が短期間で兵器に適応し人殺しになれ敵の殺意を読み戦場の法則を体で覚えていくことは決して美談ではない。しかし戦争はそれを英雄譚に変えてしまう。安室は強くなった。確かに強くなった。だがその強さは祝福ではなかった。彼は戦場で才能を開花させた。だがそれは戦場でしか意味を持たない才能でもあった。この時点で安室の悲劇は始まっている。彼は勝てる人間になった。だが戦争が終わった後にどう生きるかを誰も教えてはくれなかった。第2章、連邦は英雄を祝福しなかった。戦争が終わった時、安室は本来なら称えられるべき存在だった。一年戦争を生き延び、ガンダムを借り、連邦勝利に大きく貢献した少年。ホワイトベース隊の一員として数々の激戦を突破した英雄。だが地球連邦は安室を単純に祝福しなかった。なぜか安室は強すぎたからである。そしてただ強いだけではなかった。彼はニュータイプだった。ニュータイプとは何か。この問いに宇宙世紀は明確な答えを出せないまま多くの戦争を積み重ねていく。ジオンズム大君が語った人類の革新、宇宙に適応した新しい人間。人と人が誤解なく分かり合えるかもしれない可能性。しかし連邦にとってそれは希望ではなく危険だった。もしニュータイプが本当に存在するなら宇宙に住む人々は地球に残った者たちとは違う未来を持つことになる。もしその象徴が安室玲なら彼は単なる軍人ではなく政治的な意味を帯びてしまう。安室が何かを語れば人が集まるかもしれない。安室がスペースノイドの不満に寄り添えば連邦にとって都合の悪い旗印になるかもしれない。安室がニュータイプの権利を主張すれば連邦の支配構造そのものが問われるかもしれない。だから連邦は安室を大きく使わなかった。殺すこともできない。英雄として前面に出すことも危険。自由に活動させることもできない。ならばどうするか。静かに閉じ込める。豪邸。
待遇、監視、表向きの保護、実態としての反遊兵、連邦はアムロを罰したのではない。だが、解放もしなかった。それは英雄への報酬ではなく、危険物の保管だった。第3章、アムロはニュータイプを語らなかった。ここでアムロという人物の特殊さが見えてくる。彼はニュータイプだった。だが、ニュータイプを思想として語らなかった。人類はこうあるべきだ。宇宙に出れば、人は変われる。ニュータイプが世界を導く。地球に縛られた人類を解放しなければならない。アムロはそういう言葉を持たない。彼は自分を旗印にしない。自分の能力を政治に変えない。自分の存在を大きく主張しない。これは弱さでもある。シャアのように世界へ言葉を投げつけることができない。大君のように思想を掲げることができない。ハマーンのように権力へ向かうこともない。フロンタルのように構造を読み、冷酷に利用することもない。アムロはニュータイプでありながら、ニュータイプを歴史の理念にしなかった。しかし、それは同時に彼の誠実さでもあった。アムロにとってニュータイプとは美しい思想ではなかった。それは戦場で誰かの恐怖や怒りや悲しみに触れてしまうことだった。敵の殺意が届く。死にゆく者の意識が残る。理解できたはずの相手を自分の手で殺してしまう。分かり合える可能性が見えた瞬間に、その人間が戦争に奪われる。アムロはニュータイプを祝福として語れるほど無傷ではなかった。彼は人類全体を語るにはあまりにも個人の痛みを知りすぎていた。だから語らない、いや語れなかったのかもしれない。その沈黙こそがアムロレイの戦後を重くしていく。第4章、シャイアンの沈黙。戦後のアムロは北米シャイアンで半ば幽閉されたような生活を送る。そこは牢獄ではない。食事もある。住む場所もある。待遇も悪くはない。表向きには英雄への配慮として説明できる。だが自由ではない。アムロは監視されている。外へ出るにも制限がある。軍の中にいながら重要な任務を与えられるわけでもない。戦場から遠ざけられ、政治からも遠ざけられ、ただ静かに置かれている。それは戦後ではなく凍結だった。そしてその沈黙の中でアムロ自身も止まっていた。ララーの死、シャアとの因縁、ガンダムに乗っていた日々、人を殺して生き残った記憶、ニュータイプとして触れてしまった感覚。それらは戦争が終わったからといって消えるものではない。むしろ戦場から離されたことでより深く彼の内側に沈んでいく。戦っている間は考えずに済んだ。次の敵が来る。次の命令が来る。次の危機が来る。その連続の中ではただ生き延びることだけを考えればよかった。だが戦後は違う。静けさの中で過去だけが戻ってくる。アムロは戦争から帰ってきたのではない。戦場から遠ざけられただけだった。彼の時間はそこで止まっていた。第5章、ゼータの時代、英雄の復活ではない。グリプス戦役の時代、アムロは再び動き出す。だが、これを単純に英雄復活と呼ぶのは軽すぎる。アムロは完全に立ち直ったから戦場へ戻ったのではない。使命感に燃えて再びガンダムへ乗ったわけでもない。連邦の正義を信じて戦いを選び直したわけでもない。むしろ止まっていた時間が外側から無理やり動かされた。ブラウが来る。カツが来る。ハヤトがいる。クワトロとしてのシャアが現れる。ティターンズという連邦内部から生まれた暴力が地球圏を覆い始める。過去と現在がアムロの前に立ち並ぶ。アムロは自分が戦場から離れている間に世界がまともになったわけではないことを知る。一年戦争が終わっても連邦は腐敗し、スペースノイドへの弾圧は続き、新しい少年たちがまた戦場へ送られている。神指弾かつ小林、アムロから見れば彼らはかつての自分に重なる。戦争に巻き込まれ、怒りと才能を抱え、誰かに利用されながらそれでも戦わざるを得ない少年たち。アムロは戻る。だがそれは英雄の帰還ではない。止まっていた男がまだ終わっていなかった戦争に引き戻されたのである。第6章、カラバのアムロ、主役を降りた英雄。ゼータの時代、アムロは物語の中心ではない。中心にいるのはカミーユであり、クワトロであり、デウーゴであり、ティターンズである。アムロは地上でカラバに参加し、リジェに乗り、地球側から戦いを支える。ここに戦後のアムロの重要な変化がある。彼はもう主役ではない。一年戦争の時、アムロはいやおうなく中心へ押し出された。ガンダムに乗り、ホワイトベースの戦力の中核となり、
戦場の流れを変える存在となった。だが、ゼータの時代のアムロは違う。彼は前に出過ぎない。世界を語らない。自分が戦争を終わらせるとは言わない。若い世代の戦いを横から支え、必要な場所で戦い、必要な時に退く。これは華々しい復活ではない。むしろ苦い成熟である。アムロは戦争を知る大人になっていた。ただし、それは穏やかな成長ではない。戦争に傷つけられ、戦後に閉じ込められ、再び現場へ引き戻された人間のぎこちない成熟だった。彼は少年兵から大人の戦士へ変わった。だが、その変化は誇らしいものではなく、痛みの上に積み重なったものだった。第7章、アムロとシャア、思想を語る男と語れない男。アムロの戦後史を考える上で、シャア・アズナブルとの対比は避けられない。シャアは語る男である。ジオンズム大君の思想、スペースノイドの自立、ザビ家への復讐、地球にしがみつく人類への失望、ニュータイプへの期待、そして人類を無理やりでも宇宙へ上げるという過激な結論。シャアは自分の傷を歴史に変えようとする。母を失った少年、家を奪われた遺児、復讐者、エースパイロット、指導者、総帥。彼は個人の痛みを政治へ、思想へ、歴史へ拡大していく。一方、アムロは語らない。ララーを失った痛みを思想にしない。ニュータイプとしての経験を政治的理念にしない。戦争への怒りを革命の言葉に変えない。彼はシャアのように人類全体を動かす言葉を持たない。シャアは人類を語る。アムロは人間を見てしまう。シャアは地球という構造を憎む。アムロはそこに生きている人々を見捨てられない。この違いが最後の戦いにつながっていく。シャアは世界を変えようとした。アムロは世界を語る前に目の前の破滅を止めようとした。どちらが正しいかではない。ただ、二人は決定的に違っていた。第8章、ロンドベル、そこしかなかった場所。第一次ネオジオン戦争後、アムロはロンドベルに身を置く。ロンドベルは連邦軍の精鋭部隊である。だが同時に連邦主流から少し外れた厄介事を押し付けられる部隊でもある。反連邦運動、ジオン残党、宇宙で起きる局地的な火種。政治の表舞台には出したくないが、放置もできない問題。ロンドベルはそうしたものを処理するための舞台だった。アムロにとってそこは居場所だったのか。そう言うと少し綺麗すぎる。むしろロンドベルはそこしかなかった場所だった。アムロは普通の生活には戻れない。政治家にもなれない。思想家にもなれない。ニュータイプの教祖にもならない。連邦の宣伝英雄として祭り上げられることもおそらく望んでいない。残ったのは戦場で最悪を止めることだった。ロンドベルは安住の地ではない。戦後を生ききれなかった男がかろうじて自分を保てる場所だった。ここにアムロの悲しさがある。彼は戦争を望んでいない。だが戦場でしか自分の役割を見つけられない。戦争に奪われた少年は戦後になっても戦争の中でしか必要とされなかった。第9章、ニューガンダム。アムロが選んだ最後の道具。ニューガンダムはアムロ霊の到達点である。だがそれは王冠ではない。英雄に与えられた栄光の象徴でもない。ニューガンダムはアムロの経験が形になった機体である。アムロは政治を語らない。未来を語らない。ニュータイプの理想も掲げない。しかし戦場で何が必要かは知っていた。敵を止めるための機動力。ニュータイプ専用兵器への対応。ファンネルに対抗する手段。自分の反応速度についてくる機体。そして最後まで生き残るための完成度。一年戦争でアムロはガンダムに乗せられた。だがニューガンダムは違う。ニューガンダムはアムロが自分の経験から必要とした機体だった。ここにアムロの戦後史の重みがある。彼は思想を作らなかった。だが兵器は作った。これは皮肉である。ニュータイプとして人と分かり合える可能性を持ちながら、彼が最後に形にしたものはやはり戦うための機体だった。アムロは世界を変える言葉を持たなかった。だからこそ最後まで戦場の道具を磨き続けるしかなかった。ニューガンダムはアムロの希望ではない。それは戦場から逃げきれなかった男が選んだ最後の手段だった。第10章、逆襲のシャア。答えを持たない者が破滅を止める。宇宙世紀93年、シャア・アズナブルは再び歴史の中心へ戻る。彼はネオジオンを率い、地球を寒冷化させ、人類を宇宙へ上げようとする。それは政治であり、復
讐であり、絶望であり、しそうだった。シャアはついに個人の傷を世界規模の行動へ変えた。その前に立つのがアムロレイである。だがアムロはシャアに対して完全な思想的回答を持っていたわけではない。地球連邦が正しいと信じきっていたわけではない。人類がすぐに変われると楽観していたわけでもない。ニュータイプが世界を救うと断言したわけでもない。アムロはシャアほど大きな言葉を持たない。だがそれでもアクシズ落としは止めなければならなかった。なぜならそれは人を殺すからである。地球を罰する。人類を宇宙へ押し上げる。歴史を動かす。そういう巨大な言葉の下で実際には無数の人間が死ぬ。アムロはそれを受け入れられない。彼の答えは思想ではない。もっと単純でもっと人間的なものだった。それは違う。それはやってはいけない。人を殺して未来を作ることはできない。この単純さこそアムロの限界であり強さでもあった。シャアは歴史を動かそうとした。アムロは歴史という言葉で人が殺されることを止めようとした。第11章アクシズを押し返したもの。アクシズ落下阻止の瞬間、アムロは一人で奇跡を起こしたわけではない。彼は中心にいた。だが全てを一人で背負ったわけではない。そこには連邦もネオジオンも敵味方を超えた人々の意志が集まっていた。これは重要である。アムロは人類を導く指導者ではなかった。ニュータイプの教祖でもなかった。地球連邦の正義そのものでもなかった。にもかかわらず、その瞬間、人々の意志は彼の周囲に集まった。なぜか、アムロが何か大きな思想を語ったからではない。彼が新しい政治体制を提示したからでもない。人類の未来を美しく説明したからでもない。ただ、破滅を止めようとしたからである。その単純な行為に人々が応えた。ここにアムロレイという人物の本質がある。彼は思想にならなかった。だからこそ最後の瞬間に誰かを思想で従わせるのではなく意志で引き寄せた。アムロは人間であり続けた。傷つき、迷い、語らず、逃げ切れず、戦場に戻り続けた。それでも最後の瞬間、彼は人間として破滅に抗った。その姿に人々は動かされた。終章、アムロレイとは何だったのか。彼は英雄だった。だが英雄として自由にはなれなかった。彼はニュータイプだった。だがニュータイプの思想を語らなかった。彼は連邦軍人だった。だが連邦の正義そのものにはならなかった。彼はシャアを止めた。だがシャアの問いに完全な答えを持っていたわけではなかった。アムロはいつも中途半端な場所にいた。民間人から軍人になり、少年から英雄にされ、ニュータイプでありながら思想家にはならず、連邦に属しながら連邦の象徴にもなりきれず、戦争を憎みながら戦場に戻り続けた。だがその中途半端さこそがアムロの人間性だった。シャアは自分の傷を歴史に変えた。アムロは自分の傷を抱えたまま生きた。シャアは世界を語った。アムロは世界を語る前に目の前の人間を見た。シャアは未来のために現在を焼こうとした。アムロは現在を焼き尽くす未来を拒んだ。アムロレイの戦後史とは英雄の栄光ではない。それは戦争で英雄になってしまった少年が戦後もなお戦争から解放されず、それでも最後まで人間であり続けようとした歴史である。彼は戦場に戻るしかなかった。なぜなら戦争が彼から普通の未来を奪っていたからである。なぜなら連邦が彼を自由にしなかったからである。なぜなら彼自身も過去から逃げ切れなかったからである。そして何よりまた誰かが戦争に飲み込まれていくのを彼は見捨てられなかったからである。アムロレイは世界を救う思想にはならなかった。だが世界が破滅へ向かう瞬間、その前に立つ人間ではあった。それが彼の限界であり、強さであり、悲しさだった。一年戦争の少年は戦後に救われなかった。だが最後まで、ただの兵器にも、ただの英雄にも、ただの伝説にもなりきらなかった。アムロレイは最後まで人間だった。彼は戦場に戻るしかなかった。それは彼が自分に真摯に向き合った証拠とも言える。チャンネル登録、高評価お願いします。